恐ろしき落とし穴。その翌日も国枝判事は警察署長と連れ立って小学校の臨時捜査本部へやってきたが、彼が例の調べ室へ入った時には、一夜の間に刑事たちの奔走によって実に重大な証拠物件が取り揃えられてあった。その証拠物件によって事件は急転直下。あまりにもあっけなく終結したかに見えた。恐るべき殺人犯人は確定したのだ。のっぴきならぬ確証が上がったのだ。間もなく調べ室のテーブルの前には大谷幸吉が呼び出され、昨日と同じように国枝判事と対座していた。本当のことを言ってください。あの日君は N 市へなぞ行かなかったのでしょ。たとえ行ったとしても7時までには村へ帰って、それからずっと村内のどこかにいたのでしょう。君があの夜帰宅したのは12時頃だというから、それまでどこかお宮の境内とか森の中とかで過ごしたのでしょう。余震判事は昨日と違って確信に満ちた態度で落ち着き払って取り調べを始めた。何度お尋ねになっても同じことです。僕は N 市からまっすぐに徒歩で帰宅したのです。お宮や森の中にいるはずがありません。幸吉は平然として答えたが、青ざめた顔色に内心の苦悶を隠すことはできなかった。彼はすでに余震判事の握っている証拠物件に気づいていたからだ。そののっぴきならぬ証拠をいかに言い解くべきかと心を知事に砕いていたからだ。ああ、君にお知らせしておくことがあったのです。判事は全く別の糸口から入っていった。鶴子さんは細身の刃物で心臓をやられていたのです。多分担当でしょう。つい先ほど解剖の結果が分かったのです。で、つまりですね、この犯罪には血がある。被害者は血を流して倒れた。したがって加害者の衣服などに血痕が付着したかもしれないと考えるのは極めて自然なことですね。そうでしたか。やっぱり他殺でしたか。幸吉は絶望の表情でうめいた。ところで加害者はもし衣服などに血痕が付着したとすれば、それをどんな風に処分するでしょう。君だったらどうしますか。よしてください。幸吉は気でも違ったのではないかと思われるような突拍子もない声で叫んだ。そんな問い方はよしてください。僕は知っているのです。刑事が僕の部屋の縁の下から這い出していくのを見たのです。僕は少しも覚えがないけれど、縁の下に何かがあったのでしょう。それを言ってください。それを見せてください。ははは。君はお芝居が上手ですね。君の部屋の縁の下に隠してあったものを君は知らないというのですか。よろしい。見せてあげよう。これだ。これが君の常用していた浴衣であることはちゃんと調べが届いているのだよ。さあ、この血痕は何だ。これが鶴子さんの血でないとでも言うのか。判事はいたけだかに行ってテーブルの下から
もみくちゃになった一枚の浴衣を取り出し、幸吉の前に差し出した。見ると、浴衣の袖や裾に点々として黒い血痕が付着している。僕には全くわけがわかりません。どうしてこんなものが僕の部屋の縁の下にあったのか。浴衣は僕のもののようです。しかし、血痕は全く覚えがありません。幸吉は追い詰められた獣のように目を血走らせ、躍起となって叫んだ。覚えがないでは済むまいよ。判事は落ち着き払って、第一は K の署名ある呼び出し状、第二は実に不思議なアリバイの不成立、第三はこの浴衣だ。君はその一つをも言い解くべき反証を示し得ないじゃないか。これほど証拠が揃って、しかも弁解が成り立たないとしたら、もはや犯罪は確定したと言ってもいい。私は君を山北鶴子殺害の容疑者として降院するほかはないのだ。判事が言い終わると、所長の目配せで二人の警官がつかつかと幸吉のそばに近づき、左右からその手を取った。待ってください。幸吉はぞっとするような死に物狂いの表情になって絶叫した。待ってください。君たちの集めた証拠はみんな偶然の暗号に過ぎない。そんなもので罪に落とされてたまるものか。第一、僕には動機がないのだ。僕が何の恨みもない許嫁の少女をなぜ殺さなければならないのか。動機だって？生意気を言うな。所長がたまりかねてとなった。君は情婦があるじゃないか。そいつと切れるのが嫌さに、せき立てられる結婚を一日延ばしに延ばしてきたんじゃないか。しかし、もうこれ以上は延期できない羽目になっていた。君のうちと山北家との複雑な関係から、この結婚をもう一日も延ばし得ない状態になっていた。もし、この結婚が不成立に終わったら、君の一家は山北家はもちろん、村中に対して顔向けもできない事情があったのだ。君は切羽詰まった窮境に立った。そして、とうとう、鶴子さんさえ亡き者にすればと、無茶な考えを起こしたのだ。これでも動機がないというのか？こちらでは何もかも調べ上げてあるのだよ。ああ、落とし穴だ。俺は恐ろしい落とし穴にはめられたのだ。幸吉はとっさに返す言葉もなく、半狂乱に身もだえするばかりであった。こうちゃん、しっかりしたまえ。君は忘れているんだ。もうこうなったら本当のことを言いたまえ。ほら、君にはちゃんとアリバイがあるじゃないか。N 市に住んでいる女の人に証言してもらえばいいじゃないか。人々の後ろから殿村正一が踊り出して叫んだ。彼は友達の公文を見るに見かねたのだ。そうだ、判事さん。N 市罰町罰番地を調べてください。そこに僕の恋人がいるんです。僕は事件の夜、ずっとそこにいました。散歩したなんて嘘です。その人の名は、絹川由紀子って言うんです。由紀子に聞いてください。幸吉は、ついに、密かなる恋人の名を隠しておくことができなくなった。はははは、何を言っているんだ。君の情婦の証言なんか当てになるか。その女は、君の共謀者かもしれんじゃないか。所長が一生に付した。いや、その女の証言を取るくらいの手数は何でもありません。あんなに言っているのだから、警察電話で本署へ至急取り調べて
返事をしてくれるようにお命じになってはいかがです？国枝氏の取りなしで、ともかくユキコという女を取り調べさせることに決した。ユキコはどうせ一度は調べなければならない人物なのだから。待ち遠しい1時間が経過して、駐在所から電話の返事を待って、一人の刑事が駆けつけてきた。鬼怒川由紀子は一昨夜、大家は一度も来なかった。何かの間違いでしょう、と答えたそうです。幾度尋ねても同じ返事だったそうです。刑事が報告した。それで、由紀子は当夜ずっと在宅していたかどうかは？それは由紀子が2階借りをしているうちのばあさんを取り調べた結果、確かに在宅していたことが分かったということです。もし由紀子が当夜外出したとなると、彼女にも鶴子殺しの疑いがかかるわけだ。彼女もまた幸吉と同じ動機を持っていたからである。しかし、外出した模様もなく、恋人の幸吉にとっては最も不利な証言をしたところを見ると、由紀子は何も知らぬらしい。全然この事件の県外において差し支えないわけだ。国枝氏は再び幸吉を面前に呼び出して、刑事からの報告を伝えた。さあ、これで君のためにできるだけのことをしたわけだ。もう依存はあるまいね。君の情婦さえアリバイを申し立ててはくれなかったのだ。観念した方がいいだろう。嘘だ。ユキコがそんなことを言うはずがない。会わせてください。僕をユキコに会わせてください。あれがそんなバカなことを言う道理がない。君たちはいい加減なことを言って僕を陥れようとしているのだ。さあ、僕を N 市へ連れて行ってください。そしてユキコと対決させてください。幸吉は地団打を不満ばかりにしてわめいた。よしよし、会わせてやる。会わせてやるからおとなしくするんだ。警察署長は見えすいた猫なで声をしながら、ぎろりと鋭い目で部下に合図をした。2名の警官がよろめく幸吉の手をつかんで、荒々しくドアの外へ引きずり出してしまった。大家村長の若旦那幸吉は果たして恐ろしい殺人犯人であったか。もしや彼は何者かのために抜き差しならぬ落とし穴に陥れられたのではあるまいか。ではその真犯人は一体全体どこに隠れているのであろう。探偵小説家殿村正一はこの事件においていかなる役割を務めるのか。彼があのように重大に考えていた藁人形にはそもそもどんな意味が